にちは、くまみきです。クリスマス特集3日目はこちらのかわいいステンドグラスクッキーを作っていきたいと思います。材料は薄力粉 200g、バター 100g、砂糖 50g、アーモンドプードル 25g、粉砂糖 25g、塩1つまみ、バニラエッセンス少々、卵1個、打ち粉用の薄力粉適量、キャンディー適量、スプリンクルシュガーを適量です。下準備からしていきます。粉類はすべてふるっておいてください。粉砂糖、アーモンドプードル、塩は合わせてふるっておきます。バターと卵は室温に戻しておきます。バターがマヨネーズ状になるまで混ぜます。混ぜたら砂糖を加え、白っぽくなるまですり混ぜます。アーモンドプードル、粉砂糖、塩を加えてよく混ぜます。卵をよく溶いて分離しないように 2,3 回に分けて加え、入れるたびによく混ぜ合わせてください。このタイミングでバニラエッセンスも入れます。薄力粉を加えてゴムベラでさっくり混ぜます。さっくり混ぜる時のやり方は、右手はアルファベットの J の字を書くように、左手は頭の中で時計をイメージして9時から6時の方向に動かします。粉っぽさがなくなって生地がまとまったら、ラップに包んで冷蔵庫で2時間ほど寝かせます。冷凍庫なら半分くらいの時間で済むので、急いでいる時は試してみてください。台の上にラップを引いて、さらに打ち粉を打っておき、冷えた生地を乗せたら両手で押しながら生地全体が均一の硬さになるようになじませます。生地にもまんべんなく打ち粉をして、綿棒で5ミリほどの厚さに伸ばします。打ち粉だけでも大丈夫ですが、こうやってラップを生地の上下にかけておくと綿棒にくっつきにくくて楽です。均一に伸ばすのが難しければ、最後にちょっと高さのあるプレートの上で作業したり、綿棒の両端にちょうどいい厚みのものを置くとやりやすいです。私はレンジのプレートがちょうど良かったので、それを活用しています。生地が伸びたらもう一度冷蔵庫に入れて、生地が硬くなるまで休ませます。型抜きの時は型にも薄力粉をつけながらやります。綿棒を使うと細かい部分もうまく抜けるのでおすすめです。リボンを通す穴はストローで開けました。180度に予熱したオーブンの中段に入れて10分焼きます。10分経ったら一度取り出し、キャンディーを入れるんですけど、キャンディーは袋に入れたままペンチで砕くと静かで近所迷惑にならないし、簡単にできます。袋が破れる場合があるので、下にお皿を置いておきましょう。細かく砕くと角まで入れやすいです。キャンディーは時間が経つとくっついて作業しにくくなるので、使う直前に砕くのがおすすめです。クッキーの厚みよりも高くならないギリギリのところまでキャンディーを埋めていきます。隙間のないようにしっかり埋めてください。スプリンクルシュガーを飾りたいときはここで乗せておきます。キャンディーが溶けた時に位置は少し動いちゃうので、大体の位置って思っといてください。
180度に予熱したオーブンの中段で5分焼きます。オーブンに入れるとき、最初と向きが逆になるようにして入れると焼きムラ防止になります。焼き上がりはすぐに穴がないかチェックしてください。穴があった時はキャンディーが柔らかいうちなら竹串で調節可能です。あとスプリンクルシュガーの位置をどうしても決めて乗せたいって時もこの時ならギリギリできるので、スピード勝負で作業してください。キャンディーが固まるまで鉄板の上で冷ましたらクッキーの完成です。穴を開けておいたクッキーはリボンを通してあげればツリーの飾りとしても活用できちゃいます。とっても可愛いクッキーができました。キャンディーは単色でも可愛いし、いろんな色をのせてあげると色が混ざり合ってさらに豪華で綺麗かなと思います。本当にステンドグラスみたいなので、こうやって光に透かして楽しんでみてください。今回のレシピは何回も練習して私なりにレシピを改良したりして作った自信作です。味もとっても美味しいので、もう皆さんにぜひ作ってもらいたいなと思います。次回の動画では私が今着ているクリスマスセーターのリメイク DIY を紹介します。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。あと YouTube には字幕作成機能っていうのがあるので、こちらもご協力していただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。